秦の始皇帝、本名は永世、中国史上初めて大陸を統一した皇帝である。彼は紀元前259年、戦国時代の趙の都、簡単に生まれた。父は秦の人質だった始祖。母は趙の女性、趙姫である。姓は幼少期を敵国で過ごし、数々の屈辱を味わった。やがて父が秦王に即位し、姓は13歳で秦王となった。その時から彼の波乱に満ちた生涯が始まる。即位当初、姓はまだ少年だった。国政は丞相、呂不韋が握っていた。呂不韋は豪商出身で、秦王室を後ろから操っていた。しかし、やがて母の愛人である嫪毐が権力を握ろうとし、反乱を起こす。姓はこの乱を鎮圧し、母を幽閉、呂不韋も失脚し、姓は自ら申請を開始した。この時から若き王は恐るべき集中力と冷酷さで天下統一へと動き出す。六国統一への戦い。秦は王家思想を基盤にした強大な軍事国家だった。名将、王翦、王賁、蒙武、蒙恬らを用い、次々と隣国を攻め滅ぼしていく。まず漢を滅ぼし、次に趙を打ち破る。魏を水攻めで陥落させ、広大な層を撃破する。燕野台も平定し、最後に姓を無血で降伏させた。紀元前221年、姓はついに戦国七雄をすべて滅ぼし、中華を統一した。ここに2000年続く帝国の時代が始まったのである。始皇帝の称号と制度改革。姓は自らを始皇帝と称した。王を超える存在として新たに皇帝という称号を作り出したのだ。彼は徹底した中央集権を進めた。封建制を廃し、郡県制を全国に広げた。これにより地方の豪族は力を失い、帝国は一つに束ねられた。さらに統一国家にふさわしい制度を整えた。貨幣は官僚制に統一、度量衡を整備し、商取引を公平にした。文字は商店に整理され、法令や行政の書式が統一された。車の車軸の幅まで規格化され、どこでも同じ道を走れるようになった。これにより物流と軍事の機動力は飛躍的に向上した。インフラと国土開発。始皇帝は大規模な建設事業を進めた。首都咸陽から四方に伸びる直道を整備し、軍隊の迅速な移動を可能にした。また北方では長城を連結し、遊牧民族に備えた。蒙恬が率いる大軍は匈奴を追い払い、オルドスを秦の領土とした。さらに南方では霊郷開削、長江水系と玉江水系を結び、南海地方への支配を強めた。これらの事業は秦を明治ともに大帝国に変えた。思想と文化への統制。始皇帝は秩序を乱す者を嫌った。紀元前213年、勲章を命じ、多くの書物を焼かせた。農業や医薬など実用書は残されたが、古代の詩や歴史書は禁じられた。翌年には法師や儒者を大量に処刑し、思想の統制を強めた。この出来事は焚書工事と呼ばれ、後世に苛烈な支配の象徴として語られる。しかし帝国を短期間で安定させるためには、統一された思想が必要だったとも言える。皇帝の夢と不老不死。始皇帝は不老不死を強く望んだ。法師、徐福を東海に派遣し、1000人の島を探させた。彼は若者数千人を連れて海に出たが、二度と帰らなかったという。また、宮廷では水銀を使った弾薬が作られた。この不老薬こそが皇帝の命を縮めた可能性が高い。東巡と遺構の故事。皇帝は帝国各地を巡行し、大山で王禅の儀を行った。石碑を建て、自らの徳と業績を刻ませた。彼は自分が天命を受けた唯一の存在であると誇示した。しかし、同時に暗殺の危険にもさらされた。かつては帝家の刃にさらされ、即位後も襲撃事件が相次いだ。それほどまでに彼の権力は恐れられていた。秦始皇帝陵と兵馬俑。始皇帝は生前から巨大な陵墓の建設を進めた。西安近郊の離山陵である副倉庫には無数の兵馬俑が埋められ、地下には壮大な宮殿が築かれた。史記によれば内部には水銀の川が流れていたという。死後もなお帝国を統治するための世界を作ろうとしたのだ。崩御と秦の滅亡。紀元前210年、始皇帝は東巡の途上で病に倒れた。砂丘で密かに崩御し、
死はしばらく隠された。宦官、長江と宰相、李氏は衣装を改ざんし、罰し、子飼を後継に据えた。だが、新二世の暴政と家政は民を苦しめ、各地で反乱が勃発した。陳将、五皇の放棄を皮切りに、反乱は一気に広がる。劉邦や項羽が台頭し、わずか15年で秦は滅亡した。結論、始皇帝は偉大であり、同時に苛烈だった。彼は中国史上初めての統一国家を築いた。中央集権、郡県制、度量衡や文字の統一、その遺産は後世2000年の帝国制度の礎となった。しかし、火星と急激な改革は継承者を育てる余裕を奪った。強大な帝国は彼の死とともに急速に崩れ去った。それでも始皇帝の名は中国史を超え世界史に刻まれている。天下統一と帝国という思想を形にした男として